はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半のタロットリーディングと、星の解説させていただきます。それから2025年の星の解説をたっぷり入れた2025年版カペラノートもようやく準備が整いました。ご興味ある方はぜひ概要欄やコメント欄に載せているリンク先から詳細ご覧ください。でこちら予約販売のみになってまして、10月14日までにお申し込みいただいた方に11月末にお届けするという流れになっています。で予約いただいた方にはもちろんプレゼントを用意してまして、私がいつも占っているこのタロットリーディングのこの置き方とかスプレッドの説明のシートをプレゼントしていますので、そちらも合わせて楽しみにしてていただけたらと思います。でもしですね、手帳はいらないんだけど星の情報だけ知りたいなっていう方にはPDF でも販売する予定です。そちらも11月末になりますのでよろしくお願いします。はい、ではいきますね。10月前半です。早いね、10月前半。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードエース逆、ペンタクル8の逆、ラバーズとペンタクル6、吊るし人、ワンドの3、ソード4、気をつけることや対策がペンタクル4逆、節制、そしてオラクルはじゃん、ペンタクルの3の逆ですね。なるほど。ちょっと解説します。まず10月前半はですね、とにかく10月3日が金環日食なんです。これ前も日食までの流れっていう動画を出したんですけど、ここからねまた始まるわけですから、そしてこの日食って皆さんが感じていないかもしれませんが、思ってる以上に実は体には影響があったりするので、なんかおかしいなとかなんか眠たいなという方いらっしゃったら無理しないで、この時は今宇宙の波動を今調整してるのねみたいな、体がそこに合わせてるのねと思ってゆっくり休むようにしてください。そしてこの10月3日日食で次10月17日17日が満月なんですね。で9月も月食がありました。この1ヶ月の食の間っていうのは何かが変わるっていうね、何がどう変わるかわからないんです。予測できないんです。それは皆さんの思いや現状や行ってきたことを取り組んでいることによってまた変わるんですけど、何がどうなるかわからない可能性の中にいるよっていうことをまず一つ覚えておいてください。で非常にこの10月前半の水亀座さんっていうのは、このね普通に日食があるから可能性があるっていうだけではなく、自分の人生全体がなんかちょっと上がるみたいな感じの時なんですよね。だから何の扉が開くんだろうっていう感じがするんです。それは意識の上で開くんですけどね、まずはね。そしてね、また11月20日に9月から逆行していた冥王星っていうのが水亀座に戻ってきますから、もう一回またバージョンアップして新しくなるよっていうのが11月20日に待ってるわけですよね。ということはそこまでの間とこの10月頭に何かの意識のね改革だったり意識が開かれることがあるような気がします。なのでこの時自分が新しい目で世界を見てみるっていう意識で過ごしていただくと、いろんなね気づきがあると思います、この時はね。そしてカードで見てもやっぱりすごく学びがあるよって言われてるんですね。でこの学びっていうのは単に情報として得るだけではなくて、本当に自分がやりたいことや、なんか携わりたいことに対しての神聖な学びが今行われつつあるみたいな感じなんですよね。でこの10月3日の日食って天秤座で起こるんですけれども、この時は全体的にはパートナーシップとか何かの調和が取れるとかバランスが取れるっていうようなエネルギーが強いんですけども、水亀座の皆さん、風の星座で天秤座も風ですごく調和があるんですね。なので何かつながりたいと思ったところにつながれるよっていうのがあると思うんです。でオラクルがペンタクルの3なので、やはり自分が本当に学びたいこととか本当に知りたいこととか、こういう人たちとつながりたいっていう人
の、ちょっと専門的な感じかもしれませんけども、マニアックだったりとか専門的な自分の好きな分野の人と関わっていくのかもしれませんけれど、何かそういうつながりがねでき始めるよみたいな、必要なサポートが自分が本当に必要であればそのサポート届くよっていう、何かとつながって調和が取れるよって感じがします。そして入り口がソードのエースの逆なので、ちょっと無理してね何かことを起こそうとしてるのかなって感じもあります。でもいいんですよ、それはそれで全然。余裕でできることだけじゃないですから、時には自分で自分を無理してでも頑張ろうってやるのっていいことなので、そういうふうにちょっと自分を鼓舞して頑張ろうとしてることがあるのかなって思います。で、そうね、頑張ってお金を貯めるとかね、そういうのもいいですよ。お金の価値っていうのを今ちょうど学ばされてる時なので、なんか自分が稼ぐってこういうことかとか、本当に価値ある使い方ってどういうことだろうとか、自分に対しての、自分自身に対しての価値観もそうだし、お金に対しての価値観もそうだし、何か感覚とか価値っていうものがすごくゆっくりと塗り替えられようとしているっていう時なので、もしかしたらそのお金に対してもっと稼ぎたいとか、もっと作りたい、貯金したいみたいな気持ちもあるかもしれませんね。それが出ているのかもしれません。そしてそうですね、来年の前半ぐらいまではね、非常にクリエイティブな人生チャレンジしていってないみたいな時なので、何がどう本当生まれるかわからないんですよね。でもしここまでの流れの中で、実はこういうことやってみたかったんだとか、楽しいことありますとか、趣味見つけましたとか、なんかその嬉しいこととかレジャーみたいな楽しいことがある方は、それ全然それをやりながら自分を細胞を活性させながら進んでねって感じはあります。そこで何か自分が好きなことをやるっていうことと、お金を生み出すとか貯めるとかっていうものがなんか一致してないんでしょうね、きっと。好きなことをやるってなったらお金がかかるとか、なんか相反したことをしてるようにご自身でもしかしたら感じてるのかもしれませんね。ちょっとメッセージなんですけれども、自分が過去に喜んでやったことってすごく、それは喜びのエネルギーとして自分の中に蓄えられているとしたら、その喜びのエネルギーを使って何かを生み出せると思いませんかみたいなメッセージがあります。でそれは簡単にお金に換えることができるんですよみたいな感じです。昔のわらしべ長者の話じゃないですけど、自分が誰かに何かをしてもらって、そのお礼に何かをあげる、またそれをもらったからそのお礼に何かをあげるみたいな、物々交換していた先には自分が本当に欲しかったものが手に入るみたいな感じで、自分が過去にやって嬉しかったことや喜んだことって、それってお金を消費したことじゃないんですよっていう感じで言われてるんですね。自分がたとえ一時的にお金を払って何かを経験したとしても、そこで得た喜びの体験っていうのは自分の中に蓄積されていって、その喜びのエネルギーでまた何かを生み出せるんだよみたいな感じで言われてる気がしました。そしてここから先なんですけれども、少し何か身動きが取れないとか取りづらいという感覚があるかもしれません。でも何なんでしょうね。もっとちゃんとしなくちゃダメなんだとか、その完璧主義の意識っていうものが自分を止めてるかもしれませんね。やるなら 100% 成功する方法でやりたいとか、どうせ動くならあれもこれも欲しいとか、そうじゃないなら動かないとか、なんか動くだけ動いて無駄になったら嫌だからやらないみたいな感じで、すごく頭の中での戦略を立てていると身動きが取れないっていうこともあるかもしれませんし、もし何かしら体の調子で今ちょっと動けないんですよっていう方は、動けない状況でこそ得られるものがたくさんあるよって感じがするので、今の状況の中で感じられることや得られるものをたくさん受け取ってくださいね。どっちもありです。今めちゃくちゃ動けますよっていう方は、その動けるのになぜ動かないんだろうみたいな、何が自分を止めてるんだろうっていうことに気づくこともできるし、実際物理的に今動けませんっていう方は、動かない状況でこそ得られるものは何だろうっていうことに気づくみたいな感じがあります。そしてその後ワンドロさんということで行きますね。これは海の上を渡っていくみたいな感じがします。
実際海の上渡るかどうか分かりませんよ。海外まで行くかどうか分からないけれども、それぐらいの気持ち、自分にとっては自分の島を離れて遠くに行くぐらいの感覚でどこかに行くんだなって、挑戦しに行くんだなって感じがします。でもそれって本当にね、水亀座の皆さん一人で行くって思われてるかもしれないですけど、一人じゃないんだよねみたいな感じがあって、それは見えないものが応援してくれてる、サポートしてくれてるのかもしれないし、実際は本当に行った先に誰かが待ってるのかもしれないし、全然一人じゃないです。サポートされてます。そしてやっぱりオラクルもペンタクルの3なので、やっぱり何かが今ゆっくりと動いて開かれようとしているって感じですね。物理的には何かがゆっくり動いて開かれようとしている。だけど一番のメリットというかいいことは、自分の意識の中で何かが開くってことなんですね。気づくみたいなことがあると思いますよ。そしてその先の海を渡っていった先に、やっぱり動けないじゃないかとかと思うかもしれないですけど、大丈夫です。例えばの話ですけど、じゃあせっかくだから海外に行くみたいな感じで行ってみました。でも行った先で身動き取れません、なんかストしてましたとか、ホテルから出れませんみたいになったとして、せっかくここまで来たのに動けないなんてって思うかもしれないんですけど、もうそこまで行ったという時点でどれだけのことが発動しましたかみたいな感じで、何にも悪いことないよっていう感じなんですね。なので動いたり止まったり動いたりっていうのがなんか今テーマになってる感じがします。水亀座の皆さん、その中で実は塩梅を見ているとか、なんか静と動が行ったり来たりしてる感じもあり、この対策のところで出てるカードもですね、節制ということで、非常になんかこちらの世界とあちらの世界行き来してるみたいな感じがあるんですね。なんか違う世界を行き来してる、今までのフィールドと違う世界だったり、物質世界と精神世界だったり、現実世界と世だったりとか、スピリチュアルな世界だったりっていうような、何か本当にいろんなものが交差してるっていう感じがするので、めちゃくちゃ豊かじゃないですかこれって。ものすごい豊かな状況の中にいる。だけど現実のこの小さい世界で見てみると、お金が足りないとか、こんなになんか自分はこれができてないとかって思いがちだけど、ものすごい壮大な学びのテーマが今そこに繰り広げられている、今その中に皆さんがいるみたいな感じがしましたよ。ちょっとその上でお仕事のこと見させてくださいね。仕事、ジャッジメント。仕事も両極端な感じですね。なんか本当動いたら止まる、止まったら動くみたいな、なんかそんな感じがすごくあります。で仕事でも復活するっていうふうに出てるので、何かが始まる、止めてたものが始まるとか、もう一回やり直すとか、昔のことを思い出すとか、そういう、ずっとちょっと止まってたことだったりとか、いつかやりたいと思って願っていたこと、やっと今携わるんだなって感じで、急にね復活みたいな感じで出てるんですけれども、その後急にまた止まるみたいな、ちょっと待ってみたいな感じで自分で自分を縛る、止める。でもその後またチャンスみたいな感じですごくアップアンドダウンが激しいというか、いろんな可能性が同時に来てるから、お仕事でも急ブレーキかけたくなるんでしょうね、きっとね。今の自分の体力ではできないみたいな感じで思うのかもしれません。ものすごい豊かなんですよね。これもたくさんのブドウがなっている、たくさんの可能性がある。これ全部自分が受け取れる。だけど受け取れませんみたいな感じもあります。ご自身でそうしている感じもあり、先ほども海渡っていくんですかっていうぐらいすごい広い可能性に出ていって、到達するんだみたいな、行ったことない世界行くんだみたいな感じあるんですけど、急に止まるみたいなのもあったりするので、なんかそうやってやりながら今この世界を体験してるんだよっていうことを本当忘れないようにしてくださいね。全然悪くないですからね。お仕事も自分の意識が自分をもっと解放したがってる感じがします。自分の意識がっておかしいですね。何か大きなものが今水亀座さんの意識を解放したがっているみたいな感じかな。はい。で人間関係見てみますね。
人間関係はペンタクスの4、ペンタクスの4、ここでも出てるんですよね。ペンタクスの2、ラバーズということで、今なんだか水亀座の皆さん、本当にいろんなものがマーブル状になってる感じがするんですよね。こういろんな可能性というものが。なので、うわー、こんなにはっきりしないとか、こんなに混ざっちゃってって思うかもしれないけど、そのマーブル状っていうものが素晴らしいっていうことなので、人間関係においてもある人とはもういいかな、もう縁切っていいかなとか、もうこの人前までは好きだったけどなんか違うなみたいな感じで思ったり、もう手放していいよっていう、今まで自分が頼りにしてた人とか、この人との関係なくしたくないと思ってた関係っていうものはもうなくしてもいいんだよっていう感じもします。絶対それ持っていなくちゃいけないっていうわけじゃないみたいなね。なぜならばもうだってなんかいろんなものが入ってきてるもんみたいな、新しいものが、そして今までとは違う空気だったりなんか味だったりテイストが来てるから、前のものをずっと持っとかなくていいんだよみたいな感じがあり、その新しい人との関係の中でいろいろ感化されたりとか刺激を受けたりとかしながら、新しい自分を見ていってねっていう感じがしました。こっちラバーズ2枚も出てるんですよね。これは初めての経験です。初めての喜びだったりとか嬉しいこと、ドキドキすることっていうのもあるので、特にこれが人間関係で出てるっていうのは、過去にももしかしたらなんかちょっと知り合っていたのかもしれないし、またそういう人と関わっていくのかなと思うんですけど、仲良くなったと思ったらまた急にいやいやちょっと遠慮しとこうみたいな感じもあったりとかするから、出たり入ったりしながら、ご自身の中で上がったり下がったりしながら、そうやってマーブル状にいろんな可能性を体験しながら行く時なんだなって思いました。ちょっともう一枚見てみますね。でもやっぱり人とは関わっていいと思いますよ。私動く時なので、自分ではちゃんと動けてないと思ってたとしても動けてる時なんで。出ましたよこのカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも自分の直感を使ってね、メッセージ受け取ってみてください。いいじゃないですか。ヒーリングハートということで、ラブ、ロマンスありますよ。なんか嬉しいことがある、ハートが喜びの波動を出しているって感じかな。これそんな感じがしましたけど、嬉しいんだみたいな、じゃあもっと喜んでみたいな感じです。そこになんか遠慮したり戸惑ったりちょっとブレーキかけたりっていう感じがあるのかなって思いますけど、この喜びの波動で到達しなかった景色を見てみてください。はい、ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。コメントいつも本当にありがたく拝見しています。はい、ということでまた次回ね、できるだけ早くアップしたいと思います。ということでありがとうございました。失礼します。